ちは、です。今回は可動性の TGV レゾデュプレックスの開封、室内灯組み込みと試運転を行います。こちらの製品は2020年発売でしたが、中古価格が高騰しています。中古通販もフリマも全て定価超えですね。そんな中、なんとエルマートレインさんに新品の在庫がありました。しかも定価の2割引き、即購入しました。購入後在庫切れに、最後の1セットだったようです。では早速開封していきましょう。セットは A と B の2つのブックケースに分かれています。まずは A から開封。10両編成のうちの5両が収納されています。 A のケースには説明書と連結用ドローバーが封入されています。 TGV は2編成並結の20両での運用があるため、2セット並結のためにドローバーを使用します。そして B のブックケースには残りの5両が収納されています。では車両を見ていきましょう。先頭車は動力車となります。模型は第606編成がモデルです。先頭のフォルムがユーロデュプレックスなどと比較して少し角張ったデザインが特徴ですね。両端の先頭車は実車でも動力車であり、客室は中間8両となります。2両目に来る客車は一等車となります。動力車寄りの台車は独立しています。3両目との連結側に台車がありませんが、こちらは連接台車となり、3両目の車両の台車と共有となります。3両目に来る一等車です。4両目の車両も同じとなります。1階席2階席ともに一等車で、1列足す2列の3列座席となります。2から4両目の3両が一等車となり、5両目にバー車が来ます。バー車は2階部分のみが使用されます。1階部分は機械室となります。模型では4、5両目と5、6両目の連接台車を備えています。6両目からは2等車となり、座席は2列足す2列の4列座席になります。6両目から8両目の3両が同じ車両となります。9両目は動力車との連結面がある客車となります。2両目同様に動力車側の台車が連接台車ではなく独立しています。そして10両目の動力車となります。模型ではトレーラー車です。それでは続いて室内灯の組み込みを行っていきます。室内灯は純正品の電球色のもの、品番11の213、214を使用します。隙間がなくて大変ですが、裾を広げていきボディを外します。ボディ屋根裏には専用の照明板が装着済みとなります。これでまたもや室内灯付属の照明板がまた余剰となりました。終電周は中間付近から先を下方向へ折り曲げて使用します。床下の終電板をしっかりと押さえて接点維持のための処置でしょうか。終電周を差し込んでいきます。床下方向へ押し込むため抵抗が強いです。奥までしっかり差し込んでから照明ユニットを取り付けていきます。
照明ユニットの取り付けは一般的な車両と同じです。説明書にも注意書きがありますが、この時点で点灯テストを行います。終電周を折り曲げるため、ボディを戻す前の通電チェックが推奨されているというところでしょうか。ボディを戻して点灯確認を行います。残りの車両にも室内灯を入れて試運転を行います。今回の試運転は外回り線に TGV レゾデュープレックス、内回り線にタリス PBKA を走らせます。接台車特有の12トーンが心地よいですね。今回は TGV レゾデュープレックスの開封、整備、試運転の様子をお届けしました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。